Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. 皆さんこんにちは。今日はこれまでたくさんの方に見ていただいたダイエット動画を聞きやすく音声を再編集したまとめ版としてお届けします。50代になってから体重が全然落ちない、更年期太りで何をしても痩せない、我慢してるのに体重が減らない、そんなお悩みありませんか？でも食べて痩せる習慣と冷蔵庫の中身を変えることで気づいたら16キロも減って元の体重に戻せたんです。この動画では食べながら痩せられた具体的な習慣、冷蔵庫の中身や常備している食材、挫折したダイエットの失敗談まで全てまとめてお話ししています。最後まで見ていただければ我慢せずに体を変えるヒントがきっと見つかると思います。それではどうぞ。こんにちは。猫とシニアの暮らしのルールです。今日は自分の人生最高体重から16キロ痩せた50代主婦、私なんですけどね、のダイエット記録をお届けしたいと思います。今までお話ししていなかったダイエットについてもうね、この際ってなんやねんって話なんですけど、恥をさらしてしまおうと思います。これまで私が試したのは水中ウォーキング、月曜断食、糖質制限、ケトジェニック、16時間ダイエットなどです。結論としてはっきり分かったことが2つあります。1つ目、ご飯をしっかり食べると体の代謝が上がって体重が落ちる。2つ目、食物繊維とタンパク質が体には必要ということです。随分遠回りをして体重を落としてきたんですが、今リバウンドもなく体重を維持できるのはこの2点を守っているからだと思っています。もちろんこれはあくまでも私の体験ですので、もしご自身に合うなぁと感じるところがあれば参考にしていただけたらと思います。はい、こちらの写真、67キロほどあった2020年頃です。今から4、5年前ですね。最高体重68キロになっていました。ちょうど流行り病が増えてきて自粛生活をしていた頃です。更年期だったり、杉、ヒノキ、イネ科の花粉症などで一年中体調が悪くって、この5年間で18キロぐらい太りました。私の体型はもともと痩せ型で、40代後半までは身長164センチに50キロぐらいの体重をずっとキープしていました。それがね、信じられないことにいつの間にか体重が増えていて、でも自分が太っているっていう意識が全くありませんでした。そして何が恐ろしいって、洋服のサイズがどんどん上がっていくんですね。11号から13号に、13号から15号へ。でもね、全く危機感がなかったんですね。ちょっと体重増えたなぐらいに思ってたんですね。怖っ。でもね、お腹の脂肪はやっぱりどんどんついていくわけなんですね。昔から運動がもうとにかく苦手。汗をかくのも嫌。だからもちろん運動はしたことなかったです。階段を降りるときなんかにね、膝が痛むこともありましたね。当時一緒に同じものを食べている夫も史上最大の体重になっていました。そしてこれはちょっとやばいなぁと思いまして、ジムのプールで水中ウォーキングとかね、アクアビクスに通ったんですね。でもね、帰ってくるとめちゃめちゃお腹空くんですね。で、また食べますよね。で、眠くなってお昼寝しちゃう。これじゃあね、痩せるわけありませんよね。で、本当に5ヶ月から半年通っても1グラムも痩せなくって、愕然とした記憶があります。やっぱりね、50代になると代謝が落ちて痩せづらくなるんですね。そんな4月のある日、Amazon のおすすめに出てきた一冊の本と出会います。それが月曜断食です。月曜日に食べないだけなら簡単そうだなと思って即始めました。
これは月曜にとにかく物を食べない。白湯を朝から飲んでお水を飲む。それで一日を過ごすだけなんですね。お金もかからないし、本当に食べないだけ。夫も一緒に始めてくれたので、2人で月曜日は我慢して寝て過ごしたりしてました。これを始めて1ヶ月で2キロちょっとずつ減っていきました。それで8月には67キロあった体重がもう60キロを切りましたね。ですので4ヶ月で59キロ台になりました。ちょうどその頃、月曜断食を始めた頃に YouTube をね、見ながら筋トレ、本当に軽い筋トレを取り入れました。運動がね、苦手だった私はスクワットが1回もできないぐらい体力がなかったんですけども、ちょっとずつ数を増やしてやっていくようになりました。この月曜断食は全ての皆様にはお勧めできないダイエット法だと思います。なぜかというと、やっぱり人間食べないと体の代謝が極端に下がってしまうんですね。なので夏場でもね、体が冷えて寒気がしたり、人によっては頭痛が起きたり、私の場合は眠気がすごかったので、本当月曜日はうとうとと寝て過ごしてたような思い出があります。私たち夫婦はたまたまこれで体重が落ちましたが、これは本当にお気をつけください。月曜断食はあまり苦にならないし、デトックスみたいな感じで約2年間ほど続けていました。それからその当時話題だった16時間ダイエット、そちらに切り替えてみました。この16時間ダイエットというのは、16時間の間食事を食べない、そして胃を空にしてオートファジーを働かせて体調を良くするというものです。食事はね、朝食を抜いて昼と夜の2食に私たちはしました。これがすごく合っていて、今でもまた続けているんですが、胃腸や体が軽くなって、再び停滞していた体重がまた落ち出したんですね。そこで体重を55キロ前後でキープするようになりました。今までに合わなかったダイエットももちろんあります。ご飯を抜いて野菜サラダとおかずだけを食べる糖質制限も試しました。これはね、痩せるような気はするんですが、ある程度体重が落ちますと体の張りがなくなったり、頬がこけてやつれた感じになってきたんですね。もう怖くって、それでね、もう絶対不健康な痩せ方だっていうことに気づいて、すぐにやめました。糖質制限は皆さんにあまりお勧めしたくないダイエット法です。次にね、脂質をエネルギー源にするっていうケトジェニックダイエットっていうのが当時また流行っていたんですね。これもやってみたんですが、逆にたった 1,2 ヶ月で体重が3キロほど増えてしまったんですね。なのでこれはもう本当に大失敗したなと思ってます。お若い方とかボディビルをやってるような体力のある方には向いていると思うんですが、私たち中高年夫婦にはね、ちょっと無理なダイエットだったかなって思ってます。月曜断食と同時にストレッチや筋トレを習慣にするようにして約2年ぐらい経ちました。中山きんに君のサブスクのザ・オンラインフィットネスというものに加入して、約1時間ぐらいの配信を楽しみにしながら自分たちで自宅で筋トレを続けていました。筋トレをやると楽しくなってくるわけなんですね。栄養学とかもっと他にもいろいろ学びたいと思うようになりまして、生理学と運動と栄養の基礎を学ぶプロパーソナルトレーナー検定というものがありまして、トレーナー検定3級というのも2022年に勉強して取得しました。今の食事は玄米、お野菜、具沢山の味噌汁、あと納豆や卵を使ったお料理、自家製のぬか漬けを中心に、これは発酵食品ですね。塩麹とか甘酒とか豆乳ヨーグルトなんかも手作りして、腸に良いと言われているものを意識して摂るようにしています。またアプリの
アスケン、こちらの記録でダイエット当時から続けていたんですが、食物繊維を意識して摂るようになったら、また体重が落ちて、結局今の体重になりました。このダイエットをし始めて、体重を落とすだけではなくて、食事に気をつけるようになって、体調が多分整ってきたんだと思うんですね。もともと私は体温が35度台、かなり低体温だったんですが、今では 36.5 度、もっとあるかもしれません。体温が上がってきたんですね。低体温ってあんまり良くないって聞いていましたので、本当に驚いて効果にびっくりしました。また途中から腸活のために始めたグルテンフリー生活。これは小麦粉を取らないパンやパスタやうどん、お好み焼き、その他のものですね。こちらのグルテンフリーをやったら結構体質に合ったんでしょうね。まず花粉症がだいぶ軽くなりました。そしていつもご飯を食べた後にちょっと喉のあたりにつっかえるような感じで詰まってるなーって感じがあったんですけども、それがなくなりました。病名としては逆流性食道炎ということで、病院に通ってお薬いただいていたんですが、これも病院に行かなくても良くなりました。時々起きていた片頭痛もなくなったので、いつもバッグに持ち歩いていた胃薬とか頭痛薬も今はもう持っていないです。現在は病院にも全くかかっていません。そしてもちろん着ているお洋服のサイズも変わりました。L サイズや M サイズも普通に着れるようになって、洋服選びの楽しさを思い出しました。今まで着ていた服はブカブカで着れなくなりました。なのでその服は全部処分したおかげで、クローゼットも断捨離が自然とできました。体重の方はアプリで記録を続けていました。2020年の7月は67キロ、1年後は55キロ台になりました。そのままずっと55キロ台を行ったり来たりしていたんですが、また今年に入ると51キロ台に減りました。合計でマイナス16キロぐらい落としたということになります。そして BMI という数値があるんですが、これが今では19台になっています。やってよかったなと思っていることをまとめたいと思います。一口口に入れたらもう絶対に30回は噛んで食べるということです。これ簡単に思えるんですけど、やってみると本当に難しくって、食べ物を口に入れたらお箸を箸置きに置いて、頭の中で30カウントしながら食べてみてください。慣れてしまえば胃腸にも優しく消化ができるので、これは本当にお勧めいたします。次は絶対に食べて痩せる必要があるということですね。ご飯、これはお米のことです。お米の量を減らすと代謝がどんどん落ちて、いずれ体重が全然落ちなくなる時が来ます。嫌ですよね。なのでご飯を減らすんではなく、違う方法で、例えば運動をするとか脂質を抑えるとか、そちらの方で痩せることをやっぱり意識した方がいいなと思っています。次に脂質に注意すること。油ですね。甘いものを食べるときは和菓子の方が油を使っていないおやつが多いので、そちらにするとか、油をなるべく使わないでお料理してみるとか。そして毎朝私も体重計に乗るんですが、体重計を見て一喜一憂しないこと。これはね、体重計の数値を見て、ああ増えた、昨日より増えたって思う時があるんですけど、絶対大丈夫です。増えたのは、例えばお水の量だったり炭水化物の量を多く取ると、やっぱり少し体重が増えることもあるんですけども、絶対に戻ります。体重というのはね、日々ね、小刻みにちょこちょこ上下しながら減っていくんですね。なので安心して続けること。体重を見るなら1週間単位で見る。こういうことが大事かなと思いました。はい、というわけで4年以上かけて16キロ減らしたお話でした。変わったのは体だけじゃなくて、選ぶ食べ物とか考え方とか
暮らし全部が少しずつ整っていったので、焦らなくてもきっと大丈夫です。一歩ずつでもゆっくりでも続ければ、きっと体も心も変わっていくと思うんですね。だって私だって痩せられたんですもの。それをお伝えしたくって、今回この動画を作りました。お話しできなかったことなんかは、また今後の動画でお伝えできればと思います。よろしかったらね、今日の動画の感想などをコメントで教えてくださるととっても励みになります。こんなことがもっと聞きたいとか、こんなことについて知りたいということがもしありましたら、コメント欄の方にいろいろ書き込んでくださいね。本当に皆さんのコメントがいつもいつも励みになって、心温まるお言葉に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。また次の動画でお目にかかりましょう。さようなら。皆さんこんにちは。猫とシニアの暮らし、妻のルルです。今日は冷蔵庫の中と16キロ痩せた食事のお話です。前回はダイエットの記録をお話ししたんですが、よろしかったらそちらもご覧いただけたら嬉しいです。このチャンネルでは50代からの暮らしをテーマにお届けしています。チャンネル登録していただけるととても励みになります。50代になって私は16キロ痩せました。今振り返ってみると、痩せたというより心と体が整った感覚に近いです。そんな私の食事はすごくシンプルです。では毎日何を食べているのか、今日は冷蔵庫からご紹介しますね。冷蔵庫には卵や納豆などご覧のものが入っています。残り物なんかも入れています。残り物は使うのをね、すぐ忘れてしまう年頃なんでね、記憶が飛ぶんですよね。なのでケースに入れて、すぐ目につく場所に入れています。ダイエットを始めてから調味料がかなり減りました。以前は使っていたオリーブオイルや米油、マヨネーズ、ドレッシング、甘いジュースやスイーツも今は買っていません。そして飲み物は常温のお水か白湯かお茶かが基本です。白湯ってただのお湯でしょって思ってた私が、今では毎朝白湯を飲むようになりました。自分でも驚いてます。それから鶏ひき肉、豚肉、鮭も常備しています。これは煮干しです。だしにもなっておやつ代わりにもなるんで便利ですよね。そしてベーコン。これは亜硝酸ナトリウムが使われていない無塩石のものを選んでいます。添加物はなるべく取りたくないなと思っていて、素材や表示を見る習慣が身につきました。チーズたくさんあるんですけど、小腹が空いた時に少し取るとタンパク質補給にもなって便利です。脂質があるのであまり食べ過ぎは注意なんですけどね。タンパク質源になるお肉は欠かしませんし、魚が好きな夫のためにお刺身もよく買います。ちりめんじゃこやしらすもサラダやおひたしによく使います。老後の骨粗しょう症予防に気づけば毎日せっせとカルシウムをとってます。そして乾物の干し椎茸、
戻した汁もね、とても良いお出汁になります。冷蔵庫の隅っこでは塩麹がもうあとちょっとですね。今編集してて、作らなきゃって思い出しました。記憶がね、すぐどこかへ飛んでいくんですよね。野菜やきのこも毎日欠かせない食材です。この溶けるチーズはパラパラに冷凍できるので、見た目はちょっとあれなんですが、アイラップに入れて保存してます。ちなみに冷蔵庫の花壇はお味噌汁などを鍋ごと入れるためにスペースを空けています。冷蔵庫を見れば今の自分の体と心に必要なものがちゃんと詰まってるなって思います。私の主食は玄米です。食物繊維が豊富で腸にも優しくて、よく噛む習慣が自然と身につきます。ストーブを使って毎日3合炊いて、食べきれない分は冷凍しています。炊き方は1時間ほど水につけて浸水させてから中火で沸騰させます。それから弱火で15分から20分、蒸らしも20分ほど蒸らしてます。そうするとふっくらもちもちに仕上がります。お水を多めに入れるのがコツです。お味噌汁はかなり具沢山にしていて、人参、レンコン、玉ねぎ、舞茸、エリンギ、アスパラガスなど、とにかく冷蔵庫にいる野菜は全部連れてきます。これから野菜を切って味噌汁にしていくんですが、一旦お野菜とお塩と日本酒を少し振ってストーブで蒸していきます。その後お水を足してお味噌汁にすると、お野菜の旨味がストーブで蓋をして蒸すことによってとっても美味しいお味噌汁になるので、うちの場合は毎日このようにして蒸したお味噌汁を作っています。最近はインスタで教えていただいた根菜をたくさん入れたお味噌汁をよく作っています。本当に教えていただいてありがとうございます。はい、始まりました。いきなりスクワットタイムです。1分で10回はできます。これは今、老後の寝たきり予防に足の筋肉を鍛えています。これね、料理中に時間があると必ずやってます。毎日ちょっとずつならできると思うんですね。だから苦手だった私が言うのもなんですが、ちょっとずつ1回でも2回でも3回でも続けていけば体も少しずつ変わります。こちらもストーブで蒸していきます。今この時間はストーブが可愛いなーってちょっとぼーっとしてました。ごめんなさい。きのこやお野菜からこれだけ水分が出てくるので、ストーブってすごいですよね。ダイエットをして体重が減ると、体に入れるもの、食べるものですね、それもやっぱり自然のものをね入れたくなってきました。そこでうちでは天然のだしを使ったお味噌汁を作るようになりました。今日の食事はしらすと青じその混ぜご飯、味噌汁とぬか漬け、これが私の毎日のベースになっている食事です。はい、ご飯が炊けました。梅干しのしそとか青じそ、しらすを使って混ぜご飯を作っていきます。このね、しそ結構余りがちなので、うちでは刻んでご飯に入れてしまいます。納豆や卵は必ず使います。
あと時間がある時にゆで卵を作って常備しておくと小腹が空いた時なんかに助かります。ダイエットをされる方はゆで卵をたくさん作って冷蔵庫を入れておくといろいろ使い道があると思います。スクランブルエッグはね、ベーコンの油だけで卵を炒めるんですね。チーズを加えてふわっと仕上がるのでとっても美味しくいただけます。鶏肉や豚肉はせいろで蒸すとね、余分な油を落としながらすごくしっとり仕上がります。せいろで蒸すお野菜も丸ごとのニンニクやエリンギなんかも美味しいのでぜひお試しください。ダイエット中によく作っていたのがサラダチキンです。鶏胸肉のね、皮を取りまして包丁の先で穴を開けて日本酒と塩やお好きなハーブを振ってふんわりラップ、600ワットの電子レンジで約4分加熱すれば出来上がりです。多めのお酒を使うことでしっとり仕上がります。鶏胸肉ってね、本当にダイエットの味方ですもんね。付け合わせにはストーブで油を使わずに作るきのこの酒蒸しを最近はよく作っています。もうストーブにね、ぎゅうぎゅうにきのこを詰めてもストーブがね、頑張ってくれてます。サラダにはリンゴ酢をかけていただいてます。私がね、大切にしているのは血糖値をゆっくり上げる組み合わせなんですね。そのためには食物繊維やタンパク質を先に食べて、炭水化物であるご飯も減らさずによく噛んでいただきます。それでも体重はリバウンドしていません。地味なご飯かもしれませんが、私にとってはね、心が整う食事です。冷蔵庫も体型もすっきりさせて、特別なレシピではなくって何を選ぶか、それが大切だと思います。食べることは自分を整えることだって気づけたのが一番の変化です。だからもし今ダイエットに悩んでいる方がいらっしゃったら、ご飯を食べても大丈夫だよってお伝えしたいです。我慢よりも選び方を変えること。本当に食べていいものを知った時に、私のダイエットは我慢の連続だった日々から自分を大切にする時間へと変わりました。最後までお付き合いくださってありがとうございます。16キロ痩せても実はまだ冷蔵庫の誘惑とは毎日戦っています。同じようにダイエットに悩んでいる方も一緒にゆるく続けていきましょうね。よろしければコメントであなたの工夫や失敗談も聞かせてくださいね。高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。